今回は最後にちょっとしたお知らせを用意しているんだ。わかったから早く始めてくれ。それじゃ早速シミュレーションを始めてみよう。まずは毎回同じベッド金額にした場合について調べてみよう。パラメータは次のように設定した。デッキ数はダブルデッキとしている。ペネトレーションは 0.7、 つまり残りカードが36枚以下となったタイミングでシャッフルする。シミュレーション回数は1万回とする。つまり1万回シャッフルするまでシミュレーションを行う。ベッド金額は常に10ドルとする。カウント方法は今回のシミュレーションでは常にハイローを使用する。ブラックジャック倍率は 1.5 倍とする。スプリット後のダブルダウンは今回のシミュレーションでは常に可とする。また今回のシミュレーションではプログラムによりある程度のプレイングストラテジーを取り入れている。スルーカウントによるサレンダーやヒット、ステイの判断を適宜行っている。シミュレーション結果は次の表のようになった。上の行から説明しよう。1行目はパラメータで設定したツルーカウントの値のゾーンに対応したものとなっている。例えば今回の例で言えばゾーン1の列はツルーカウントが6以上の場合の値でプレイした結果となる。またゾーン2の列はツルーカウントが5以上、6未満の値でプレイした結果となる。次の行はプレイ回数の値でそれぞれのツルーカウントのプレイが何回行われたかを示している。次の行は収支の値でそれぞれのツルーカウントのプレイの収支を示している。ツルーカウントが5以上でプレイした結果は収支がプラスとなっていることがわかる。次の行は1プレイあたりの収支を示している。次の行はそれぞれの列のプレイ回数の比率を表している。今回の例で言えばツルーカウント6以上でのプレイは全体の 4.5% 存在したことを表している。次の行はプレイヤーのブラックジャックの回数を示している。次の行はブラックジャックになる確率を示している。今回の例で言えばツルーカウント6以上でプレイした場合はブラックジャックの確率が 6.9% であったことを示している。当然のことながら各列を比べて一番高い比率となっている。次はシミュレーション回数でこれはパラメータで設定した値がそのまま表示されている。その下はトータルでのメインベッドの収支となっている。今回はマイナス1万1600ドルほどの負けとなった。次の行はインシュランスでの収支となっている。インシュランスでは550ドルほどの価値となっている。最後の行はメインベッドとインシュランス収支を合わせた合計の収支となっている。今回の結果ではマイナス1万1000ドルという結果となった。次のグラフは今回のシミュレーション回数とトータル収支の推移となっている。最初の1000回くらいまでは収支はプラスだったがその後はマイナスに転じてそのままプラスにはならなかった。この結果からするとこの方法では勝つことは難しいと思われる。常に一定のベッド金額ではカードカウントを行っても勝てないということだな。その通り。なので次は同じ条件でベッド金額を最大5倍までかけるようにしてシミュレーションを行った。パラメータは次のように設定した。前回と違うのはツルーカウントによるベッド金額のみ変更している。結果は次のようになりメインベッドの収支がプラスとなりトータルで2万ドル近くのプラスとなった。着目するべきはインシュランスでベッド金額が大きくなるに従ってインシュランス金額も大きくなる。そのためインシュランスによる利益も無視できないくらい大きくなっている。なるほど。ツルーカウントが3以上でのインシュランスはかなり有効だということがわかるな。グラフは次のようになり今回はほぼプラスの収支をたどることとなった。こういう具合に勝てれば気持ちよいだろうな。次はベッド金額を最大10倍までかけるようにしてシミュレーションを行った。結果は次のようになり
トータルで3万7000ドル近くのプラスとなった。グラフは次のようになった。注目するべきはプレイ回数1200回ぐらいのところで最大マイナス7000ドルぐらいまで負けが込んでいることだ。やはり金額を大きくすると一時的にせよ大きなマイナスとなる場合があることがわかる。ミニマムベッド10ドルのテーブルでこれだけ負けるとさすがに落ち込むな。実際にはこれだけ負ける前に所持金がなくなりプレイを終了してしまうな。そうなんだ。一般庶民の自分としては恐ろしいの一言なんだ。お前の軍資金はいつもいくらぐらいなんだ5000ドルぐらいだ。これでも昔と比べると多くなった方だ。運のない流れになると5000ドル負けで終了することは十分あり得るな。不吉なことを言わないでくれ。次は MIT の学生のかけ方をシミュレーションしよう。パラメータは次のように設定した。スルーカウント6以上で2000ドル、5以上6未満で1000ドルかけることにした。実際に1人のプレイヤーがこんなかけ方をするとすぐにカジノを追い出されると思われる。そうだな。それまで10ドルかけてた人間はいきなり1000ドルや2000ドルはかけないな。まあ MIT の学生たちはこういうかけ方をチームとして別人が行っていたわけだ。結果はこのようになった。メインベッドで75万ドル、インシュランスだけで6万ドル、合計81万ドルの価値となった。 MIT の学生が大儲けしてカジノ側が怒るのもわかる気がするな。グラフはこのようになりほぼひたすら上昇する傾向となっている。次はブラックジャックの配当が6-5のシミュレーションを行おう。6-5ってなんだ？これはテーブル上に表記されているんだが、ブラックジャックペイズ6-5とか3-2などブラックジャックの配当を表現しているんだ。6-5は 1.2 倍、3-2は 1.5 倍ということだ。プレイヤーのブラックジャックに対して 1.5 倍の配当ではなく 1.2 倍の配当となっているテーブルのことだ。実はコロナ前まではラスベガスのストリップ地区のホテルでミニマム25ドル、ダブルデッキ、ブラックジャック 1.5 倍のテーブルはある程度存在していたんだ。それがこの4月に行った時に見た限りではストリップ地区ではミニマム25ドル以下のテーブルは全て 1.2 倍にルールが大解約されていたんだ。またクラップスについてもミニマムベッドが10ドルだったのが15ドルや25ドルになっていたりして総じて一般庶民に対して厳しくなっていたんだ。1.5 倍が 1.2 倍になるだけでそんなに大解約なのか？どのくらいの解約なのかをシミュレーションして検証しよう。これがパラメータだ。ベッド金額は5倍までの設定としている。この設定では前回は2万ドルほどのプラスの結果だった。そして結果はこのようになった。驚くべきことにメインベッドの収支がマイナス1万ドルほどとなりトータルでは7000ドルほどのマイナスとなった。なんだそれは。許されない大解約だな。グラフはこのようになり一時はプラスで推移していたが途中からマイナスに推移している。たまたま今回のシミュレーションではマイナスになったのかもしれないが損益にかなり影響するのは間違いないと思う。ブラックジャック 1.2 倍のルールでは遊ぶべきではないな。そうなんだ。ストリップでもミニマム50ドル以上では 1.5 倍のテーブルもあったが自分のような一般庶民には少し敷居が高いんだ。あっという間に1000ドルなくなりそうでなかなか手が出ないんだ。それはそうだろう。理解できるぞ。最後のシミュレーションは6デッキの条件で行った。シャッフルするタイミングは 1.2 とした。残り62枚以下となった場合にシャッフルを行う。シミュレーションカウントは5000で設定した。ベッド金額は10倍としている。結果はこのようになりトータル1万4000ドルほどのプラスとなった。グラフはこのようになり
ダブルデッキの場合と同様、一時は5000ドル以上のマイナスを記録している。6デッキということはカードの枚数が300枚以上だが、お前は間違えずにカードをカウントすることができるのか？そうなんだ。はっきり言って6デッキはかなり厳しいんだ。途中で飲み物が運ばれてきたりするんで、カウント値がわからなくなることが頻繁に起こるんだ。またビールをガバガバ飲みながらプレイするんでなおさらだ。なので自分は通常はダブルデッキでプレイしている。ダブルデッキであればカウント値がわからなくなってもすぐにシャッフルされるから、お前のような修行中の人間に優しいな。その通り。今回のシミュレーション結果の報告はここまでとする。やはり一般庶民にとってはダブルデッキ、ミニマム10ドル、ベッド金額5倍までのシステムで行うのが良さそうだということが分かった。また長い目で見ればカードカウントで勝てそうだということも分かった。そうだな。軍資金が山ほどあればミニマム100ドル、ベッド金額20倍までぐらいの勝負ができたらいいな。人生最後の勝負ではそんな勝負もしてみたいな。ところで最初に言っていたちょっとしたお知らせというのは何なんだ？実は今週の日曜日からラスベガスへ行く予定なんだ。なんだ、そうなのか。前回は現地出発時に72時間以内の陰性証明が必要だったが、9月7日から不要になり、帰国難民になる確率が大幅に減ったので喜んでいる。3回ワクチン打ったのか？8月にすでに4回目を打ったぞ。今回の日程は6泊8日の日程。宿泊はストリップ地区のプラネットハリウッドなんだ。とはいえストリップ地区ではもはやブラックジャックで勝負できるテーブルはほぼ存在しないので、ブラックジャックはダウンタウンや郊外のローカルカジノで勝負する予定だ。もし最終日までに3000ドルぐらい勝っていれば、最後にストリップ地区のミニマム50ドルのテーブルで勝負する可能性もあるぞ。あまり期待しないでおこう。まあ旅行の工程や現地の情報なんかを写真や映像で報告するんで期待してくれ。そこは大いに期待しておこう。よろしく頼むぞ。